今日は基本のマカロンを作りました。こんにちは、卵すみれのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はマカロンを作りたいと思います。マカロンって意外と材料少ないんですよ。生地だけで言うとたったの材料4つだけで作れます。ということで早速マカロン作っていきたいと思います。はい、材料はこちらです。アーモンドプードル、粉糖、メレンゲ、グラニュー糖、たったこの4つでね、生地を作ることができます。はい、こちらは中にサンドするバタークリームの材料です。バターと卵黄とグラニュー糖とお水です。これで作っていきます。はい、それでは作っていきます。まず下準備としてこちらのアーモンドプードルと粉糖、この2つを合わせてふるいにかけておきましょう。で、このザルの中に入れて粉糖も入れます。で、これをふるっておきます。はい、そしたら泡立て器なので軽くこうやって混ぜておきましょう。はい、これで下準備は OK です。はい、続きましてメレンゲを作っていきます。ボウルに卵白ですね。はい、卵白を入れてまず30秒ぐらい高速で泡立てます。そうすると軽く角が立ちます。で、ここにグラニュー糖を加えます。はい、まずは高速で30秒泡立てます。ちょっとゆるいこう角が立ちます。そしたらあとは低速で泡立てます。はい、でこの時ボウルをね逆さにしても落ちてこないぐらいしっかりと硬いメレンゲを作りましょう。はい、ここからゴムベラに持ち替えます。そうしましたらこちら先ほどふるっておいた粉を3分の1加えます。はい、このぐらいですね。これをまずふんわりと混ぜます。こう下からすくい上げるようにふわっと混ぜます。でこの時ねこうやってボウルをくるくるっと回しながら混ぜるとよくきれいに混ざります。で粉っぽさが消えたらまた半分加えます。粉類が混ざってくるとだんだん硬くなってきます。こう硬くなってくるというかね、粘り気が出てきますね。でまた粉っぽさがなくなったら最後粉加えます。でこれを混ぜます。はい、こんな感じでねもう弾力が出てます。こんな感じでねちょっとピーンと持ち上げたらこう途切れる感じですね、生地の硬さ的に。はい、そしたらですねここからマカロナージュという作業に入ります。マカロナージュっていうのはマカロンを作る時に必ずやってほしい作業なんですけれども、生地のメレンゲの泡あるじゃないですか、あれを潰して生地の硬さを調整します。生地が膨らむ要素の気泡っていうちっちゃい泡ですね、この泡を均一にさせることで綺麗な焼き上がりになります。ということでマカロナージュしていきたいと思います。はい、それではここからマカロナージュをしていきます。ヘリを使ってこう泡を潰していく感じですね。はい、こんな感じでこれをマカロナージュと呼びます。こんな感じででこうやっていくと分かるんですけど、だんだんこうやっぱりね気泡を潰しているので生地自体が緩くなってきます。例えで言うとパンケーキ作る時に混ぜすぎると生地がね緩くなるじゃないですか、あの感覚ですね。マカロンの場合はわざとこうやって気泡を潰して生地を柔らかくして均一にさせます。はい、このぐらいかな。このぐらいタラタラーっと生地を持ち上げたらダラダラーっと垂れるくらいですね。ジュルジュルーっと垂れて、でこの垂れてリボン状になったところが自然と筋がなくなっていく感じ分かりますかね。このぐらいの柔らかさですね。はい、そうしましたら絞り袋の中に入れます。タラタラタラーっとこう生地がねつながって垂れ流れるくらいですね。はい、これで OK です。それでは絞っていきます。
はい、こんな感じで絞りました。そうしましたらこのまま乾燥させます。はい、乾燥しました。こうやって触って手についてこなくなれば OK です。そうしましたらあとこちら焼いていきます。はい、それではバタークリームを作ります。まずボウルにバター常温に戻したものですねを入れて練ります。よいしょ。はい、こんな感じで練って柔らかくしてマヨネーズっぽくちょっとクリーム状にしておきましょう。はい、別のボウルに卵黄を入れます。でここにお水とこちらグラニュー糖を入れます。でそうしましたらこれをもったりするまで泡立てます。はい、このぐらい白くてもったりとするまで泡立てます。そしたら最後ね、低速でちょっと仕上げます。はい、こんな感じです。で最後低速で仕上げるととても滑らかになります。そしたらここにクリーム状にしてあったバターですね。バターを少しずつ加えていきます。これを低速で混ぜます。でまた加えます。で混ぜます。はい。はい、これで卵黄のバタークリームの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、焼き上がりました。こんな感じでいい感じに焼き上がりました。ピエもねちゃんとできてます。こんな感じに仕上がってます。でこっち側もしっかりと焼けてますね。ちなみに乾燥が足りなかったりするとピエって言ってこのちょっともぞもぞっとなってる部分、ここができなくなってしまいます。あとはここの表面がね割れてしまったりするので乾燥はしっかりとさせてください。大体同じ大きさで合わせましょう。こんな感じかな。はい、こんな感じで合わせていきます。大きさを合わせて、はい、まずこっち側に絞ります。はい、こんな感じで絞って、またこうやって蓋をして、はい、こんな感じでサンドしていきます。これで完成しました。こっちのバタークリームね少し余ったので食パンなどにつけてもね美味しいです。はい、これで完成です。こんな感じに仕上がりました。ちゃんとここのピエもできて表面もね綺麗に仕上がってますね。はい、ということで早速いただきたいと思います。お店の味、もうほんと売ってるマカロンですね。このね中に入ってるバタークリームもね最高に美味しいですね。はい、ということで今日のポイントはまずマカロナージュですね。マカロンを作る時に必ずやる工程なんですけれども、メレンゲで立てた泡を潰して生地の中の泡を均一にさせます。でそうするとだんだんこう生地が柔らかくなってきます。で目安としては生地を持ち上げた時にタラタラっと下に生地が流れて、で下にリボン状に落ちていく感じです。でそのリボン状に落ちたものが自然とこう消えてなくなるくらい柔らかく仕上げてください。やりすぎてしまうと今度はね膨らまないのでやりすぎも注意してください。こまめにねこうやってチェックして作ってください。はい、であとポイントは乾燥ですね。この乾燥をきちんとさせないと焼いた時に表面が割れてしまったり、あとはねうまく周りにできる縁のピエっていうもぞもぞっとした部分ができなくなってしまいます。なので乾燥はしっかりとさせてください。湿気がある時は本当に1時間以上かかる時があるんですけれども、早く焼きたいと思うんですけど乾燥はねきちんとさせるようにしてください。あとは卵白、今回1個分の分量でやってるんですけど、基本的に材料の粉類は卵白のグラムと合わせるようにしてください。で今回 35g でやってるんですけれども、卵の大きさによってグラムが変わってくるので最初に卵白の重さを測ってからこうグラムを調整すると良いかなと思います。こうやってマカロンはちゃんとポイントを押さえて作れば簡単にね作ることができるので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は基本のマカロンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。